どうも中田敦彦です。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会防衛費増額と増税編。増税は怖い。さあやってまいりました。いやー、防衛費増額、そして増税、これどうなってるのって知りたい話題ですよね。いや、何にせよですね、唐突に首相が言い出したわけですよね。防衛費をこの5年間でですね、だ2023年度、もうちょっとでね、年明けますけども、2023年度からですね、5年かけて倍にするということを言ってるんですね。防衛費倍。ねえ。いや、これはなかなかすごいことですよ。ね、今までは GDP 比 1% だったのを GDP 比 2% にすると。いうお話なんですけど、GDP 比と言われた段階でも心が離れつつあるんですよね。嫌ですと。GDP って国内総生産とかね、いろんなのありますよね。いや、習いましたよね。言ったらですね、国内の国の作り出している富の量ですよね。全員が作り出しているその富の量に対してですね、1% って大体今まで決まってたと。それをですね、2% にすると。だから実質倍になるよということなんですけども、じゃあなんで 1% に決まってたのということで言うとですね、それは1976年三木内閣の時にですね、1% にしよう、とどめようというふうにね、軍事費とか、防衛費ね、その防衛費 1% とどめようという慣例ができまして、その10年後ですよ、中曽根総理の時に、それ 1% っていうふうにしなくてもいいんじゃないってなったんですが、慣例的に 1% でずーっと来たんですよ。だからですね、防衛費をですね、もっと上げようぜっていうことは言いづらかったわけ、ずーっと。嫌ですもんね。だってこのね、日本っていうのは基本的には専守防衛って言ってね、なんかあるまでですね、反撃しないと、ね、いうことでやってる自衛隊ですから、日本国軍ではないですからね、この自衛のための隊だということで、その1%で来たというところから倍にするということなので、もう戦後ですね、最大のこれ方針転換なんですよ。皆さんそのことについてですね、重大な岐路に立たされているということを今ご存知でしょうか。ここなんですよ。よく分かってないんですよね。そんな重大な問題だったのと。戦後初めてですね、重大なこの方針転換をしてるぞというタイミングなんですけれども、なんだか慌ただしくですね、ポン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 と進んでるということなんですね。一体なぜそれが急遽進められたのか。そしてその2倍にするということは実際可能なのか。そして2倍になったらどうなるのか。ニュースを聞いてもわからないという皆さんのためにお任せしました。お待たせしました。お任せしちゃダメですよね。お待たせしました。私の出番でございます。今回の授業でですね、どういうことになっていくのかということも含めて、何が問題なのかということも含めて、まるっとわかる授業に、していきたいと思いますので、ぜひお聞きいただければと思います。その5年で総額43兆円用意しろというふうにですね、財務省と、防衛省の方にですね、首相から指示が出たと。5年総額43兆円という言い方がよくわかんないんですよ。これ僕勉強しててもですね、ようやくね、中盤で分かったというかね、5年間で総額43兆円。これ実はですね、現在の防衛費っていうのが年間ですね、その6兆円ぐらいだというふうになってるわけですね。そこから倍にするということで、約6兆円からですね、約11兆円を目指してるらしいんですよ。で、5年後に11兆円になる中で、6から段階的に上げて、総額で43兆円になるということなので、分けて考えると、だいたい6兆円だった今年から来年度から7兆円、その次7兆円、その次9兆円、その次9兆円、その次11兆円で、7、7、9、9、11でようやく43になるみたいな感じですね。だからその6兆円がその7兆円、7兆円、9兆円、9兆円、11兆円、はい、5年間トータル43兆円みたいな感じですわ。そのバランスがね、この通りいくかどうかわかりますけど、大体こういう感じ。はい。でも、6兆円から7兆円か。じゃあ1兆円ならね、ちょっとあれだからって、1兆円 !1 兆円でかいんすよ。なんか1兆円、2兆円とかやってるとね、なんか簡単に出せるんじゃないかなと思うんですけどね、そんな風に出せないんですね。なので、その1兆円とか2兆円とか上乗せするために、お金どこから出るんですか問題。ここが論じられてるわけなんですよ。で、もちろんですね、いきなり増税だ、全部税金だとは言いません。
だからですね、政府も頑張りますということで、まずは歳出削減、剰余金、そして政府資産の売却からなんとかね、出しますって言うんですけど、意味わかんないですね。はい。歳出の削減っていうのは、基本的に節約です。はい。だから歳出ってね、今まで出てたものを削減するわけです。節約ですね。そして剰余金っていうのは、予算かけたけど余ったよねっていうお金の中から使うよっていうことなんですけど、これは剰余金は出るんですよ、毎年。で、毎年、だから 1. 点数兆円出るんですけども、1兆円ちょっと出たもの、それを今まで何に当てたかというと、国債、国がね、発行している国債の借金の利子の返却、ね、返済とかに当ててるんですけども、半分以上は利子の返済、借金の返済に当てようねっていうのは法律でね、決めてるんですけども、それ以外のところは自由だったんですよ。それを今まではなんかね、その資本投資とかそういうところに入れてたんですけれども、それを防衛費に当てていいよねっていうふうにしました。はい。で、その剰余金。それと政府の資産を売却してっていうことなんで、なんて言いますかね、節約、貯金の余り、あと何かメルカリで売って貯めるみたいな、そういう感じですわ。家計で言うとね、節約したりメルカリで売ったりしながらかき集めますね。俺らも頑張りますんでってやるんですけども、それでもおそらく足らないだろうと言われているので、増税させてくださいと言われてるんですね。その増税、じゃあ何税が増えるのかということももう言われてるんですね。それが法人税。はい。だから企業ですよね。法人ってのは会社ですから。企業にかかる税金を、一律何パー、5% ぐらい上乗せして取りますよというね。この法人税のデザインっていうのはなかなか難しいんですよ。法人税をガーンとね、ドバイなんか 0% にしたりしてますからね。あれなんでかと言いますと、海外の企業がガンガン来るようにということで、法人税を下げれば海外からの企業が呼び込まれたり、海外の富裕層がね、そこで企業を作ってきたりくれたりして、その税収が潤うなんていうデザインもあるんですけど、今度は法人税上げるという状態ですね。そこから取るよとね。それはもうその国の状況によって違いますから。日本は今法人税上げようとなってるわけですね。さらにもう一つはタバコ税ですね。はい。でもタバコ吸う人はね、その覚悟を持ってるんでしょうからということで、そのね、タバコを吸う人の肩身の狭さね、もうどんどんと追いやられる。ここで吸いたくて吸い始めたのかという、ぎゅうぎゅうのスポットで吸ってる我々たちは吸ってないんですけど。私もね、結婚して辞めたんですけども、タバコ税と、もう一つはですね、所得税なんですけれども、これがちょっとややこしいんですよ。復興支援特別所得税ということで、復興支援のために所得税、にですね、ちょっと上乗せしたものをですね、徴収すると、ね、取るというところだったんですけど、それを20年間延長して、防衛費に充てると。よくわかんないですね。復興支援に使うための税金、所得税ってことは我々全員ね、給料もらったら払うというですね、ものですよね。それを復興支援に使うよと言ったのは、復興支援じゃなくて防衛費に使うよというふうに切り替えるよという話になるわけですよね。そんなのありなんですかという。ちょっとパニック状態にね、なってるわけですよね。それのね、解説も後ほどさせていただきます。復興支援特別所得税というものが、そもそもよくわからないのに、その上でそれをですね、延長した上で転用するということで、それがいいのかどうか。でもこれに関しては非常に反発が来やすいぞということで、自民党内からもかなりですね、それちょっと慎重にやった方がいいんじゃないのなんて声が出てるわけですよね。で、その増税プラスですよ。税金だけじゃなくて、国債も発行しよう。はい。これがね、後半に話しますけど、大問題なわけですね。国債というのはですね、国が発行する借金ですよね。国債ね、買ってくださいと。その代わりお金、利子払いますから。これ借金ですね。国の借金。この国債の中でも建設国債と言われる、いわゆるそのね、国のインフラ作るやつですよね。橋作りますとか、こうね、その川を整備しますとか、そういう建設のための国債っていうものを、今度は防衛に当てようって言ってるんですよ。はい、これがどういう意味なのか、まだわからないと思いますけれども、まずは事実関係だけですね、頭にさらっと入れていただいて、後の解説を聞いていただければと思います。今言ってるのはですね、節約する、かき集める、その上で何か売却して作って、それでも足りないから税金と借金で何とかしたいですっていう、そういう話ですわ。
この税金にちょっと分かりづらい復興支援特別税あったなって頭にちょっとだけ入れといてください。それと建設国債を防衛に使うのっていいのかな、それを頭にちょっと入れておいてください。この税金と国債に1つずつですね。計2つですね。ちょっとクエスチョンなポイントがあるっていうところが今回ミソでございます。ここが理解できたら今回の防衛費増額に関してはかなり分かったと言えると思います。復興支援特別、所得税に関しては一体何なの？これですね。建設国債の流用はいいの？ここについて言えるようになったらもう本物ですからね。これをまず頭にスッと入れといてください。その中でお金の話ばっかりしてますけれどもですね、お金の話だけじゃないんですよ。大転換のですね、一個がですね、もう一つがですね、反撃能力の保持。これなんですね。来ました。反撃能力って何ですかということですけども、これはですね、いわゆる今まで敵基地攻撃能力と言われてたんですね、ニュースで。皆さんなんか聞いたことありません？敵基地攻撃能力を持つべきだとか持たないべきだなんてことをですね。ロシア・ウクライナ戦争のあたりから言われたんですけれども、敵基地攻撃能力っていうのは、その射程圏外から向こうを攻撃する、敵の領土を攻撃するということなんです。つまりですよ、これは遠くにミサイル発射して相手の領地を攻撃するっていうことは、専守防衛の上です。要するにこっちからも攻撃するぞと。守るだけじゃない。攻撃するっていう。これをですね、自民党がですね、反撃能力というふうに言い方統一しましょうというふうに言ってですね、この反撃能力を保持するぞということも今回明記してるんです。ね、今までのその防衛三文書って言われるですね、安全保障三文書っていうですね、いろんな国の安全保障こうやるぞっていうですね、文書があるんですけども、それの改定の中で今回目玉となっているのが、その5年でお金倍にしますっていうのと、もう一つが反撃能力持ちます。この2つなんですよ。で、この2つは2つとも大問題なので、ぜひ理解していただきたいということですよね。この反撃能力の保持が一体なぜ大問題かと言いますと、先ほどからずっと言ってる専守防衛という理念自体を空洞化させると言われてるからなんですよね。要するにそれってもうね、やられたら守るっていうこと以上の能力なわけですよ。それを保持するっていうことをはっきりと明確にするということは、一体何をもって専守防衛なのかがわからなくなるっていう、そういう話なんですよね。さあ、予算はどうやって作るのか、倍にしてどうなるのか、そしてその倍にしたところで専守防衛と言われていた、そのね、今までのやり方を変えて反撃能力を保持してどうなるのか、そこら辺もだんだんと分かっていただければと思うんですが、まずここまで言った上で、結構揉めそうと思いますよね。反応についてのお話なんですけども、これ揉めております。これ揉めてるんですよ。もちろん野党からいろいろ言われそうですよね。専守防衛じゃないじゃないかってね、日本の憲法なんだと思ってるんだとかね、あと予算倍ね、そんな増税なんて許さんぞとかね、国債流用許さんぞ、いろいろあると思います。ですが今回そんなレベルじゃないのはですね、現役の閣僚ね、大臣ですよね、首相が任命したり罷免したりできる大臣も側近中の側近から、疑問の声が湧いてるんですね。それが高市早苗さんですね。高市早苗さん、経済安全保障担当大臣と、一番ど真ん中ですよ。経済と安全保障の担当大臣ですから、今回の話にぴったりね、はまりそうなポストなんですけども、その高市さんからですね、真意が理解できない。なぜ今増税について触れるのか、もっと慎重に議論すべきじゃないのかということをツイートで言われちゃうんですよ。閣僚と一枚岩になってないの？ここですよね。自民党の中でもですね、その先ほどの復興税ね、復興支援特別所得税というものを延長するということに関しては、復興に対するね、間違ったメッセージが国民に届きそうでかなり反発を食らうから慎重にしようぜっていう声が上がってたりもするんですね。だから自民党の中でもこの増税の部分に関しては揉めに揉めてます。なんでかというと、増税って言ったらですね、ものすごい国民の反発が来るわけでしょ。なんで私が今回動画のタイトルにわざわざ増税って入れてるかというとですね、増税って言ったら嫌だ、なんなんだと思って見るからですよね。いや、見ますよ、増税さ見ますよね。なんかなんかケーキ増量と違いますよ。増税直で食らいますからね。
ですからやっぱりね、増税怖いぞということで、国民を刺激する言葉なんですよ。だから自民党もざわついてるわけですよ。いや、増税、そんな大ごとに、しかもそんな急いだら、じっくりいかないか、そういう風な声も上がってます。なんせですね、共同通信による世論調査、世論調査とも言いますね。この世論調査では賛成 39% に対して反対が 53.6%。圧倒的に反対の方が多いわけですよ。はっきりと国民が嫌がっています。国民が嫌がっている増税を伴う防衛費増額。これに関してなぜこの年末に急ピッチで急いでいるのか。ここからはその背景についてご説明したいと思います。なぜ防衛費を増額するの岸田さんということなんですけども、まずは皆さんご想像の通り、ロシア・ウクライナの影響ですよね。まさかこの現代において、核保有国ロシアがですよ、ウクライナ実際に侵攻しに行くと思わなかったわけですよ、我々は。ところが実際に戦争が始まって、しかもまだ終わっていない。これは恐ろしいぞということで、国防とか安全保障に対する意識ってのは高まってきてますよね。それが一個。で、プラスですね、このロシアっていうのはですね、はっきりと隣国なんですよね。お隣さんなわけですよ。で、その北方領土に関してもかなり、交渉中の相手国だったわけですよね。ところが今回、ウクライナとロシアの関係性に対しての日本側のスタンスを表明したところ、やっぱりロシアに対してですね、それは良くないぞっていう意見を表明しているわけですから、ロシアは現在ですね、日本を敵国視してるんですよ。はっきりとロシアは日本のことを敵側の陣営だと認識している。これがすごく重要なことです。はい。そしてもう一つ。こちらが最大ですね。ロシア以上に問題なのがこの中国です。はい。はっきりと今回の文章の中には中国を脅威と明記しているわけですよね。中国の脅威に対抗しなければならないということなんです。この中国の脅威というのはまさに、台湾有事なんていうふうに言われてまして、YouTube 大学でもね、何度か取り上げていますけれども、実際中国はですね、その歴史的な流れの上でですね、台湾はうちのものだと。つまり国家として認めてないわけですよ。台湾のことをね。それはですね、多くの国がですね、その台湾のことを国と認めるか認めないかの中で中国とのバランスで、日本もですね、その台湾との交流や交渉ね、通商してるんですけれども、台湾を国家として認めるかというところにはなってないわけですよね。難しいポイントなんですよ。その上で台湾に対しておそらく何年か以内に中国は攻め入るだろう。それはそのロシアがウクライナを自分たちのものだとね、同じ統一の歴史を持つんだってロシア側は言ってるようにですね、中国も全く似たような状況なわけですよね。中国が台湾に対して攻め入ってしまう。そうなった場合にですね、その台湾と日本の南側のですね、島はですね、かなり近いところにありますので、日本もそこの戦争に巻き込まれるということになるだろうというふうにも言われてるわけですね。そうなった場合、アメリカの軍もね、在日米軍も出ることになるから大変なことになる。そんな風に言われてます。はい。そんな中国とロシアが現在軍事的にだいぶ接近しているということ。これご存知でしょうか？中国とロシアの共同作戦で、共同のですね、飛行機がですね、日本の付近をですね、飛び回ったりとか、そういうことも今やってるんですよ。で、要するに威嚇を中国、ロシアで共同で日本を威嚇するなんていうこともやってるという現実があるわけなんですね。ですから実際にこのロシア、中国というものの思惑、そこがですね、日本やアメリカ、そういったものと対立構図に今明確になってきているという中でですよ。そんな状況だからこそ、防衛費を増額しようという気分、わかります。けれども、今回はっきりと明確にあるのはですね、日本が主導してこの GDP2% に持っていこうと言ってるわけじゃないってことがポイントです。アメリカの要請なんですよ。アメリカはここ数年ですね、NATO 加盟国に対して GDP の 2% を基準に、防衛費を上げていけということを言ってるわけですよ。なぜか。それはもちろんですね、アメリカが今まで世界の警察ってことでやってきましたよね。アメリカはですね、日本の10倍もの防衛費持ってるんですよ。10倍かけてるんですよ。とんでもない予算をかけて防衛費を持ってて、世界中に軍事基地を持ってるわけですよね。
そのお金がですね、なかなかしんどいわけですよ。ですからアメリカが全部守るのではなく、アメリカファーストって言い出したのもですね、なんで世界中守んなきゃいけないんだなんていう世論になってきたりもしてるからですよね。だから自分の国は自分で守ってくれということで、自分たちの国防費を上げろよということを NATO 諸国に言ってたんですよ。ところが NATO の加盟国もなかなかですね、ちょっと防衛費上げるのはしんどいぞということで上げてなかったんですが、ロシア・ウクライナ戦争が始まったことでヨーロッパが変わってきた。ドイツがですね、1. 数%からですね 2% に上げるぞということ。ドイツは今までずっと嫌がってたんですよ。ですが上げますってやったんですよ。表明したんです。国防費上げます、防衛費上げます。そして北欧、スウェーデンやデンマークも上げますってことを発表したんです。なのでもうアメリカの要請を受けた NATO の諸国がですね、いろいろと国防費を上げていくという流れの中でアメリカに対してやはりですね、かなりですね、気を使っている国日本ですからね、もう 2% にいち早く上げないといけないということでですね、このロシア、中国の状況、プラスアメリカからの要請と NATO の状況変化、これがですね、日本のこの防衛費を 2% に上げて NATO 諸国と足並みを揃えないと、アメリカの望みに対してね、動きの遅い国だと思われたくないわけです。なので私たちも 2% にしますというふうに焦りながら言っているという状況なんですね。なので国内の状況と国際的な状況の間に立たされているのがおそらく岸田首相なのではないかというふうに思えるわけです。じゃあこの 2% に持っていかなきゃいけない背景分かったし、リアクションも分かったし、で 2% に増えるんでしょ、あと反撃能力を持つんでしょ、そこまでイメージつかめた。じゃあ実際にその5年間っていうのは普通に成し遂げられるのか、倍になればいいのか、何かが解決するのか、そこまで深掘っていきたいと思います。まずなぜ急ぐのか問題ですね。岸田さんの時にうまくいかなくてもですよ、次の総理の時に通すことができるかもしれない。防衛費のための国債、これが日本史でいうと一番の重大な問題なわけです。中国は現時点で防衛費日本の5倍あるんですね。ライフスクールプログレス限定イベント、番組観覧、エキストラ出演、日本中世界中から年齢も職業も様々な仲間が5000人以上集う人生の学校。中田敦彦をもっと応援したい人も、中田敦彦に夢を応援されたい人も、きっと居場所が見つかる。入学30日間無料キャンペーン中。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。